柳井には強豪プレゼンで勝った時必ずスタッフ全員で食べに行くとっておきのレストランがある。彼の母校東京芸術大学の学食大浦食堂の名物豆腐のバター焼きこと通称バタ丼がそれである。柳井の他にも博士太郎をはじめとする歴代の卒業生を虜にしたその作り方は、フライパンにバターではなくたっぷりのマーガリンを敷き、豆腐ともやしを加え落とし蓋をする。豆腐がきつね色になったところで丼飯の上に盛り付ける。芸大名物バタ丼480円の出来上がり。出来上がりです。ご飯に溶け込んだマーガリンと醤油、もやしのシャキシャキ感が口の中で極上のハーモニーを奏でる。誕生から35年、今も芸術家の卵たちから絶大なる支持を受けている。いやー、これはプレゼンのプレゼンが上野であるプレゼンが多いからっていうのもありますね。芸大上野にあるんで。でもバタ丼はね本当に美味しいんですよ。若い頃食べたものって年取ってから食べるとそうでもなかったり、もしくはその時のこう切なさだったり苦しさだったりが蘇ってくる、その懐かしの料理っていう風なノスタルジーだったりのどっちかかなと思うんだけど、これはもう今リアルタイムに食べても美味しいんですよね。唐辛子をこうかけて食べた方がいいですけどね、ちょっとだけ醤油をかけるといいですかね。ただまた食べたいですね。大学時代から広告志望ではなかったですね。僕はやっぱ芸大に入って作家というかね、その頃日比野勝彦さんとかがバーッとこう輝いてた時期で、やっぱり自分にしか描けない絵を描いて、それで食べていけたらいいなって、イラストレーターになりたいなって思ってましたね。だけど自分にしか描けないイラストレーションって一体何なんだろうってことが全くわからない、全く見つからないまま、何を描いても誰かの真似だし、何を描いても自分、これが自分だっていうものがずっと見つからなかったんですよね。それは3年なんて長い浪人じゃないよってよく言う人もいるんだけど、やっぱり3年浪人している間にいつの間にか芸大に入ることが人生の最終目標になってしまって、だから芸大に入ったからもう達成しちゃったんですよね。で達成しちゃったら何をしていいかわからない自分っていうのがそこにいて、だからすごく苦しかったですね。また自分にしか描けない絵、自分が本当に描きたい絵っていうのがまた見つからなくなってしまって、でそんな時にサンリオに行きたいなって思ったんですよ。サンリオで中学生がラブレターを書く、これすげえ全然ロック感も金髪感もない恥ずかしい話なんで気にしないでほしいんですけど、気にしないでほしいってなんだ自分がデザインした便箋で中学生の恋が叶ったら、女の子が一生懸命それでラブレターを書いたら、こんなにいい仕事はないんじゃないかっていうふうにその時すごく思って、だからその一点物の芸術を作るより、その
世の中にたくさん溢れてるものをそのコミュニケーションを通してなんか豊かにしていくってことがしたいなっていうふうに思ったんですよね。ただサンリオはその時男子の採用予定はありませんっていうふうにすぐ問い合わせに対して言われたのでガクッとなって、じゃあ広告っていうものでね、たくさんの人に何かを伝える、たくさんの人を元気にできる、そういう仕事に就きたいっていうふうに思ったんです。ただその頃のやっぱり芸大で就職をするっていう選択肢は僕考えすぎなのかもしれないけど、芸術家が魂を売った瞬間っていうふうにね、なんかこう落第しちゃった、芸術から落第しちゃったみたいな感覚がやっぱどうしてもありましたね。僕の周りもそういうふうに思ってた人いるんじゃないかなと、思います。はい。